第12章。キア、またいつの日か。満面に笑みを浮かべながらアミは僕たちに言った。君たちに何か質問される前に、まず遠隔催眠について説明しよう。すぐに僕はまたバカな質問をしてしまった。アミ、それってテリにも使えるの？アミは笑って、もちろん、遠隔催眠にせよ暗示による催眠にせよ、彼らのような意識の水準の低い人の方がずっとかかりやすいんだよ。だから宣伝やコマーシャルはそういう人たちに対して計り知れないような大きな効果があるんだ。進歩している人っていうのはより意識が目覚めているからね。クラと老人が笑いながら掘ったて小屋に入ってきた。テリーが私たちを見つけてしまうのが怖くなかったの？とビンカはクラと老人に尋ねた。わしはもうアミのトリックについてはちゃんと知っているからね。と言って過去に一度アミが逃亡中の4人のワコだかスンボだかどちらかだか今はっきり覚えていないらしいけど、巡視隊の追っ手からどうやって救ったのかを語ってくれた。巡視隊は隅々まで探し回ったにもかかわらず、目の前にいた4人を見つけることができなかったって言うんだ。私だったら絶対にテリなんか助けないわ。そうやってお互いに争って早く自滅してしまった方がどれだけキアの平和のためになるかわからないわ。とビンカが言った。テリーとスワマは兄弟だよ。スワマにはテリーを教え導き保護する義務があるんだよ。とアミが言った。クラと老人はまるでとんでもないことを耳にしたと言わんばかりに両手を広げ天を仰いでいった。テリーを導き保護するだって？何も分かっちゃいないようだね、アミ。奴らは武器を持ってわしらを支配しているんだよ。平和主義のわしらスワマをね。わしらは奴らような物質主義者じゃない。目の色を変えて権力や金を求めない。それをいいことに奴らはわしらのことをバカで弱虫の劣等な人種とみなしているんだ。あんな物質主義者のテリを導いてやるなんてことはいつになっても絶対に不可能な話さ。奴らの唯一興味のあることといったらテリワコとテリスンボの戦いだけだ。その戦いのせいでわしらの生活は全く悲惨なものだよ。キアのすべての資源は皆武器を作るために回されてしまっているんだ。そうやって作った武器をやつらはいつか使い始めるさ。そしたらキアはすぐにでも自滅しちまうよ。もし君たちがそうやって何もしないでいたらその通りになるだろうね。とアミが言った。でもわしらに一体何ができるって言うんだい？彼らに平和や愛のことを説いて教えてあげるんだよ。それを聞いたクラトは嘲笑するように言った。テリーにそんなことを言ったらすぐに頭がおかしいことにされて病院に放り込まれちまうのがオチだ。奴らにとって愛とはセックスを意味している。せいぜいが自分の家族に対する愛止まりだよ。たとえ同じテリ同士でもいつもお互いに爪を立て牙をむき出しているんだから。ビンカはクラトの言うことは正しいと言った。アミは笑った。わしらは現実主義者だ。アミはまた笑って。現実主義者だって？君たちのキアが破滅寸前だというのに手をこまねいているだけで何もせず、それで本当に現実主義者だと思ってるの？だって奴らはわしらの言うことなんか絶対聞きやしないよ。いや聞くよ。もうすぐ彼らは恐ろしい大失敗をやらかす。そしたら君たちの言っていることを聞き始めるよ。もしその時君たちがいなかったとしたら、どうしたらいいかわからなくなって彼らも君たちも一緒に自滅する以外に術がなくなってしまうよ。でもその時は宇宙進行の円盤が私たちを助けに来てくれるんじゃないの？ビンカが言った。自分たちの世界を良くするために働いている人たちだけを救済するんだ。自己救済だけを目指している人じゃなくてね。とアミが答えた。わしにはその世界のためっていうことがどうもよくわからんよ。とクラトが小屋を出ながら言った。
わしにはただ幸福についてだけしかわからん。アミは僕たちの肩に手をかけて、一緒に外に向かって歩きながら言った。それもとても重要なことだ。自分自身に対する愛は自分の幸福を探すことにつながる。人に対しての愛は人に奉仕すること。人の幸福のために働くことにつながる。この二つの力はお互いにバランスが取れているべきなんだ。クラトは少し考えた後で頭をかきながら言った。思うにわしはあまり人のことについて考えたことがなかったようだよ。この山の中にこもったきりで、アミどう思うかね。考えることではなくて行うことさ。いずれにせよ君はもうすでに人のためにかなりのことをやってるよ、クラト。自分で意識していないだけでね。わしが全く想像もできないよ。でも何を？いつか書いたやつ。何年か前に僕に読ませてくれた例の羊皮紙だよ。そのために僕たちは来ているんだ。そこにはどうやって愛を手に入れるか、その方法が書いてあったね。ビンカもペドリートもその方法を知らない。彼らはこれから大勢の人に読まれる本を書く。そこに君の書いたことが載るんだよ。そしてそれが結果としてたくさんの人を助けることになるんだ。クラと老人はアーミの言ってることが全く信じられない。すべて冗談だろうといった表情をしていた。でもわしにはそれがそんなに重要なこととは思えないよ、アミ。誰だって知っていることだし。ビンカもクラとの間違いを指摘した。もしその紙に本当にどうやって愛を手に入れるかが書いてあるんだとしたら、重要じゃないなんて大間違いよ。誰もが知っているわけじゃないわ。私知らないものそれ。僕も知らないよ。僕もクラトのその羊皮紙が早く見たくてうずうずしながら言った。でもとてもたやすいことだよ。老人には自分の知っている知識がそんなに重要なことだとはどうしても納得できなかった。君にとっては優しいことでも多くの人にとってはそうじゃないんだよ。早く小屋へ行って羊皮紙を持ってきてこの子たちに見せてあげてよ。わかったわかったよ。でもどこに置いたかな。ひょっとするとチュミチュミが食べてしまったかもしれないよ。老人は小屋の中に入っていった。ハーミはその姿を優しい目で見送ると僕たちに言った。世の中には自分がやれることや持っているものに対して何の価値も見出せない人がいる。また反対にそれらを実際以上に価値があると思い込んでいる人もいる。その両者とも正しくない。多くの人々にとって物事の中にバランスの取れた中心点を見つけるのはたやすいことじゃないんだよ。クラと老人が汚れた紙筒のように細く丸められた羊皮紙を手に戻ってきた。次の冬のために用意してある焚き木の間に挟まっていたよ。羊皮紙は火をつけるのに役立つからね。紙筒を受け取るとアミはそれを片手に持ち、もう片方の手で腰のベルトから小さな機械を取り出し、その後で機械の前に羊皮紙を広げた。写真を撮っているのかなと僕は思った。登録しているんだ。この羊皮紙に書かれてあることは今スーパーコンピューターにインプットされたよ。クラト、もうこれで燃やしたっていいよ。ダメよそんなこと。私それ見たいわ。とビンカが叫んだ。ここにオリジナルよりずっと綺麗で見やすいコピーがあるよ。やがて機械の溝から白い紙が出てきた。それは一種のフォトコピーでサイズはオリジナルより少し小さかった。ビンカはしきりにそれを読みたがった。アーミは微笑みながらその紙を広げて彼女に見せた。うわあ、この言葉わからないわ、私。とビンカは絶望的な声を出して叫んだ。僕はこれからこの役を自分の手で書き上げなければならない。決して簡単なことじゃないよ。その上僕は字が上手じゃないし、でもどうしても君たちの本に載せるためにも、それぞれの言葉に訳したものを作らないといけないんだ。ずっと後でこの本の出版の準備をしているとき、
アミの手書きのものをそのまま載せたらいいのか、あるいは印刷の活字でいいのか、アミがどちらを望んでいるのかを考えあぐねてしまった。結局、2つの方法を取ることにした。そうすれば読者もアミの字を目にすることができる。この手書きのオリジナルは神聖なものとして大事に取っておくことにした。なぜならこれこそアミが実在しているという唯一目に見える確かな証拠なんだから。なのにいとこのビクトルと来たら相変わらず僕の言うことを少しも信じようとせずに、僕が勝手に字を書いたんだと思っている。彼にとってこれは単なる僕の空想にしか過ぎない。本当に残念だけど仕方のないことだ。ただ信じられない彼が損するだけのことだ。本当にごめんね。字があまり上手じゃなくて。でも想像してごらん。もし中国人の字で書かなければならないとしたら、それがどんなに難しいことか。その中国人って一体なんだね。クラと老人が聞いた。ミンカが真っ先に答えた。ペドリートの星のある国の人たちのことよ。目がとても美しいの。こうよ。と言って両目を人差し指で横に吊り上げた。アミも僕も笑ってしまったけど、クラと老人は考え込んでしまった。アミ、もしわしを君のその空飛ぶ装置に乗せてくれたら、そういう目のばあさんと知り合いになれるかもしれない。中国人ってガラボロのからし煮を食べるのかい？アミは大笑いした後言った。もし中国人がガラボロを食べないとしたら、それはガラボロが簡単には手に入らないからだよ。もしそれが手に入るとなったら、彼らは何千種類もの料理法でそれを食べるだろう。彼らは実際何だって食べるんだ。なんだってね。じゃあ中国人ってとてもいい感覚しているよ。こりゃどうしてもそこに行きたくなったよ。と老人が言った。僕にはクラトが食べ物に対してあまりにも貪欲な気がした。これがスワマ人の精神性だとしたら、一体テリはどうなってるんだろう。ハミが笑って言った。テリは人生を楽しむことを知らない。と老人は言った。戦争や権力やお金の獲得のためにあまりにも忙しすぎるんだ。そしてそれを手に入れたら入れたで、今度はもっと多くを手に入れようとして躍起になる。決して人生を楽しむ時間なんかない。豊かな感覚というものがないんだ。哀れにも人生を全く浪費しているんだよ。ところで、ガラボロのからし煮が待っているよ。一緒にやろうや。アミはクラトの哲学を笑っていった。この大召喚の老人は楽しむことしか考えないようだね。確かにそれは一面では正しい。でもあくまで一面ではだ。人のことを全く忘れてしまってはいけない。自分自身と同じように人にも奉仕できる人は、最後には自分のことしか考えない人よりもずっと多くの喜びを手に入れることができるんだ。この老人は僕の知る限りスワマの中で一番精神的じゃないね。そうかもしれないや。でもわしの書いた紙っぺらが何千人もの人のためになるんだとしたら、ガラボロを楽しむ権利くらいは許されてもいいだろうよ。さあ、中に入ろう。もういい加減腹が減ったよ。クラと老人は小屋の中へ入ろうとしたが、アミはこう言った。クラト、僕は肉は食べない。それに我々はもう行かなくちゃならないんだ。僕もガラボロは食べない。とそのムカつくような鍋の中を一度も見ずに僕も言った。クラト、僕には畑のムーロスで十分満足だよ。ありがとう。君たちが食べないというのなら、わしが一人で楽しむとするか。でももう行ってしまうとは残念だ。いつかまた君たちと会えるだろうね。クラト、君も知っているように僕は時々ここに来る。多分もう少し先になるだろうけど、この子たちをまた連れてくると思うよ。僕たちはこうして名残を惜しみながら、キアの忍者、老人クラトと別れた。
今彼のことを深い親愛の情を持って懐かしく思い出す。全く飾り気のない振る舞いにはとても好感が持てた。表も裏も秘密もない人だった。彼のそばにいた時には全然評価できなかったのに、後になってからようやく短い出会いでは簡単につかみきれなかった彼独特の次元を理解することができるようになった。ビンカはさよならの挨拶をして老人の手にキッスをした。彼の目に一瞬涙が光ったように見えた。でもその辛い別れを悟られまいとしてだろう、クラトは最後の冗談を言った。お嬢さん危険だよ。わしにそんな風にキスするなんて。わしの周りにはいつもたくさんの崇拝者が群れをなして取り巻いているんだ。おまけにとても嫉妬深い女ばかりでね。だから今お嬢さんの命はとても危険な状況にさらされているんだよ。僕は愚かにも周囲を見回した。でもそこを取り巻いていたのは深く悲しい孤独だけだった。